はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。もうあっという間に年末が近づいてきましたね。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。12月20日に YouTube ライブをしようと思っています。これは来年の大まかなエネルギーね、ちょっと気をつけていただきたいポイントがいくつかあるので、そういった説明と、あとはカペラノートの使い方説明をさせていただきます。ちょっと製本版はもう完売になったんですけれども、PDF はまだありますので、いくらでもありますので、ぜひ来年の運勢ね、細かく知りたい方は PDF 版をご検討いただければと思います。もちろんPDF 版も製本版も持ってなくてもライブは見ていただいて嬉しいし、ウェルカムなのでお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月後半です。カップの2、ペンタクルスのナイト、戦車、ソード5、女教皇、ジャッジメント逆、そしてペンタクルス3、気をつけることは対策がペンタクルスのキングとカップキングとオラクルはデビルどういうことなんでしょうか。これはちょっと見てみましょうか。ちょっとその前に星の話ですが、12月15日が満月になります。でこの満月ってすごく広がるよとか、未来に飛んでいくよとか、なんか将来を見ていこうみたいな、すごく広がる拡大していくエネルギーが強いので、獅子座の皆さんもおそらくご自身の来年のことを考えたりとか、これからこうしていきたいなみたいな夢が広がりやすい時だと思います。広げるのは全然いいと思うんですよね。全然ただ大きくなりすぎて困るものはそんなに膨らませないでほしいっていう感じでしょうか。不安感とか、何か保証を求める気持ちとか、もっともっとっていう何かエンドレスに求めてしまうことは気をつけていただいて、自分の夢を膨らませるとかね、期待を膨らませるとか、そういうのはいいと思うんですよね。そして12月16日から水星逆行が順行に戻ります。ここからかなりスムーズじゃないかなと思いますね。今ちょうどまだ風は逆行していますけれども、獅子座の皆さんを応援している、エネルギー的に応援していて、なおかつそのクリエイティブな何かを企画するとか表現していくとか生み出していくっていう楽しんでいくっていうところに水星があるので、とてもいいエネルギーで、この12月の後半っていうのはとにかくクリエイティブに自分を喜ばせることを許可しようみたいな感じがいいと思います。で12月21日になると、また光の当たるスポットライトの当たるね分野が変わってくるんですね。その21日以降は日常生活とか自分の健康とかお仕事っていうところに入ってくるんですけど、それまでっていうのはすごく本当になんか普段やってないことやってみようかなみたいな、インスタライブやってみようかなとかもあるかもしれないし、じゃあ自分もこういうの公表してみようとか、有言実行で言ってみようとか、人前に出てみようとか、そういう形で自分をなんかネガティブに評価せずに、ありのままの自分を表に出していきましょう、ありのままの自分で未来を見ていきましょう、計画していきましょうみたいなのができる時なので、とてもいいんです。それが特に12月16から12月21日までの数日間っていうのはめちゃくちゃクリエイティブだなと思うので、ぜひ楽しんでください。でこれは別に仕事に生かすだけじゃなくて、人生を楽しむということで、恋愛を楽しむとか遊ぶとか自分に許可するっていうふうにすると、すごく何かのね外れて広がるなって感じがあります。で12月31日もね、この12月は2回目の新月なんですよね。でこの新月は非常になんかね控えめな感じがするんですけど、獅子座の皆さんにとっては役割とかお仕事とか健康に関してしっかりと意図していきましょうなので、おそらく来年はこうしようみたいなね計画を立てるのもいいんだと思います。12月31日ね。でそれを踏まえた上でのカードなんですが、今とてもいい関わりがあるのかなって感じがします。出だしが入り口がやっぱりカップの2なので、誰かと感情をシェアしてとか、きちんと話し合いができているとか、そして結構忙しくしてきたり、ご自身が思うほどのペースではないかもしれません。例えばたくさん稼ぎたいと思っている方にとってはそこまで稼げていないとか、何かペースはゆっくりすぎる、もうちょっと早くスピードアップしたいっていう気持ちはあるかもしれませんが、今できることの中では精一杯やってきましたよねっていう戦車のカードが出ているので、頑張って自分なりのプレッシャーとか恐怖とかなんか
辛いこととかを乗り越えてきたんじゃないかと思います。でせっかく今乗り越えてできているけれども、何かこう自分がやってることを誰かから後ろ指さされてるんじゃないかみたいな感覚がもしかしたらあるかもしれませんね。これ何でしょうね。正当な権利なのに、自分が今これやってて他の人はどう思うのかなとか、他の人の目にはどう映ってるかなみたいなことを気にしそうだなと思ったんです。でもすごく聡明にやってますよ。ここで女教皇というのが出てきて、ただご自身の中ではなんだかすごく気分的にも乗ってね、ああ今できてるみたいな感覚でできる時とできない時があるって感じがします。すごく両極端な感じがしますね、これは。もちろんいい意味のカードではあるんですけれども、なんとなくそう感じるんです。例えば、子育てにしてもそうだし、お料理にしてもそうだし、何でも自分が誰かを育てるとか、ね、ケアしてあげるとか計画するとか遊ぶとか、全てのことに対してなんだか自分がイケてるぞって思う時と全然イケてないって思う時の差が激しいって感じです。それなぜかって言ったら、おそらくそのスピード感、自分が思うほど進めていないとか、自分が望んでる状況っていうものが測りにくいんだと思うんですね。こう自分の視点からいくと、傍から見たり長い時間をかけて見てみると、すごい成長してるなとかうまくいってるなっていうのが分かったとしても、今この目の前だけで見るとちゃんとできてるのかなとか、これじゃダメなんじゃないかなみたいな感じで、急にこう自分っていうものを批判したくなったり褒めたくなったりっていうのが行ったり来たりするっていう感じです。そしてここからジャッジメントの逆位置っていうのが出ていて、何かこれまでの間で密かに願っていたことやずっと時間をかけて計画していたことに関して一つ手放すみたいなのがありますね。なんか何が何でも絶対それをやるというよりは、何かこう期待しながら待っていたこととか、なんかきっと分かってくれるんじゃないかなみたいな、なんかそんな感じですね。例えばお子さんがいらっしゃる方でしたら、子供の担任の先生はきっと私が言わなくても子供のこと見てくれるとか、見てくれてるとか、きっと分かってくれてると思ってたけど伝えないと分かってなかったとか、そういう感じのがっかり感があったりとか、何か密かに願っていたことなんですよね。それが難しいかもしれないみたいな感覚です。でもだからといってそれで落ち込んでるとかそういうわけじゃなく、それはそれとしてまたね、新しい方向性っていうものが生まれているので、そっちの方に頑張っていかなくちゃみたいな感じがあります。ここでペンタクスの3が出てます。いろんな人と関わりながらまた進めていかなくちゃということで、もうやることは決まっている。で12月21日以降もですね、仕事運もあるし役割を果たしていくっていう運勢もあるので、何かその目の前にある役割っていうのはこなしていくんだなと思いますよ。でちょっと気になるのがオラクルなんですよね。ちょっと見てみましょうか。一つは密かに願っていたことっていうのがなかなか難しいんだなって思った時に、そのことに対してモヤモヤするっていうこともありますし、そうね、カップの6ということで、やっぱりなんか自分はここまでしてあげたんだからとか、ここまでサービスでしてあげたその行為を相手が分かってくれてないみたいな、そういう感じのモヤモヤかもしれませんね。ここでもカップの5の逆ということで、実際は何かの損害を受けるとか損失が出るとかそういうことではないんですけども、感情的な納得感みたいなものがそこまで納得しないからこそモヤモヤしてるんだと思うんですね。ただカードが言われてるのは、待つだけではダメだよみたいなことと、あとご自身はそれがいいと思っていたかもしれないけど、そうじゃない方向もいいんですけどねみたいな、カップのこの逆っていうのはね、いや思ってるほど悪くないんですよみたいなカードも意味もあったりするので、そうかもしれません。それで対策がやっぱりキングということで、キングのカップとキングのペンタクルズで、さらにキングのカップは逆位置なのでね、なんだかこう自分が自分の技術を積み上げていったりとか、何か立場を確実なものにしていくとか、経験を積んでいくっていうことに関しては非常に役立つ関係性があるけれども、その自分の感情というものを満たしてくれるわけじゃないという不満足感がもしかしたらあるかもしれませんね。いい傾向じゃないですか、これは。獅子座の皆さんはもう本当に、何回も言って申し訳ないんですけど、今年はねすごく人間関係鍛えられたと思うんですよね。その中で自分が強くなった、もう私はこれでもう一皮むけました、そんな小さなことは気にしませんみたいになったとしても、どこかで
本当の気持ちが分かってほしかったとか、どこかでここまで譲歩したことに気づいてほしいみたいな、なんかそういうものが少しあるかなって感じ。でも現実的にペンタクスっていうことで、ちゃんと何かをね作り上げていくっていう動きはあるので、そこは安心してください。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見てみようかな。仕事を見てみます。ペンタクルスエース、カップ6、ワンドのキングということで、仕事はいい流れが来てますね。来てます。密かに感じたこととか密かに期待してたことはその通りになりにくい感じがあるんですけれども、別のチャンスというか別の新しい道みたいなのが出てきていて、全体の方で見てもで、それは時間をかけてここからじっくりやっていくものなんですよと。そしてすごくこれは育っていく可能性のあるもので、感情的にもゆくゆくは満たされますっていうふうに言われていて、自分がそれなりのポジションや立場にもなれる可能性のある話なんですよみたいな感じで、すごく仕事運はいいですね。とてもいい。感情も満たされる、長く続けていける、立場も守れるみたいな、そして稼げるって言ったらすごくいいじゃないですか。そんな感じのエネルギーが出ています。仕事はそっちにシフトしていくのかもしれませんね、この12月の後半で。そして人間関係見てみましょうか。人間関係ね。スター、カップのクイーンとカップ9ということで、人間関係とてもいいですね。なんか思わぬ喜びがあるって感じです。想定通りとか仲良くしているとかっていうのではなく、想像していなかったんだけどすごくありがたい関係性があるっていう感じがします。入り口もカップの2ですし、今もしかしたら友好関係がいいのかもしれませんね。人とのつながりが、ぜひそのいい感覚っていうのをつなげていってみてください。人を通してご自身の強さをもう一度思い出すとか、自分らしさを思い出すとかいうのもあるし、想像以上に何かいい感じがします。これは要するに人と関わることによって想定外の喜びが入ってくるって感じがするんですね。なのでなんだかこの12月の後半ってなった時に、とにかく楽しんでねとかクリエイティブに自分を表現してねっていうのがあり、その表現することによって生まれてくる新しい流れもある。で仕事はいい、人間関係も抜群にいい。でも何がデビルなのって、何にこだわってるのっていうと、おそらくご自身が密かに思っていた何かっていうものがくすぶっているんだなっていう感じがするので、それもご自身でそれをしっかりと見つめてね、私ってこんなことに実はこだわっていたんだわとか、実はこれだったのよねみたいな、この正体を突き止めることによってそれを解消していくことができますので、ぜひ自分でね何にこだわってたのかなと思ってみてくださいね。人間関係もいいわけですから、話聞いてもらってもいいでしょうしね。新しい知り合いもできそうですしね。はい、ちょっと最後にもう一枚引かせてください。獅子座さん、はい、このカードが出ました。いかがでしょうか。何か感じることがあればね、皆さんもご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。なんかカルマのレッスンっていうことでね、今現在においてとさせてくれてる人がいるよって感じ。それはもしかしたら過去世で出会った人かもしれないですね。もしくはなんか昔知り合った仲間かもしれませんね。何かそういう人が今の獅子座さんを守ってくれてるよって、カルマの解消を手伝ってくれてるよって感じがします。はい、ということでここまでしておきます。もし何かしら良かったとか分かりました、言いたいこと分かりましたという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ということでありがとうございます。いい時間をお過ごしください。失礼します。